こんばんは。あなたの知りたいに切り込む社会の交差点、クロストークの進行役の若林です。こんばんは、白石です。よろしくお願いします。今回はですね、共有いただいたレポート、スラップ訴訟の企業責任と抑止策について皆さんと一緒に掘り下げていきたいと思います。これ、市民の正当な発言を封じ込める目的で行われるいわゆるスラップ訴訟、口封じ訴訟とも言われますけど、その実態と、私たちにとってどういう意味があるのか紐解いていきましょうか。はい、よろしくお願いします。このレポートはですね、特に企業が原告となるケースに注目していまして、日本の今の法制度の現状と、それから将来に向けた具体的な対策、これを提言しているものになります。早速重要なポイントを見ていきましょうか。お願いします。まずそもそもスラップ訴訟って何なのか、その本質の部分からですね。これはですね、単なる裁判沙汰っていうことではなくてですね、公衆の参加を妨害するための戦略的訴訟と、こういうふうに定義されているんです。ほう、戦略的ですか？でその目的っていうのが、実は裁判に勝つことそのものではなくてですね、訴訟を起こすそのこと自体によって相手をぶつからさせて黙らせてしまうことにあるんです。なるほど、勝つことが目的じゃないんですね。レポートにもありましたけど、法外なすごく高い賠償請求をするとか、あるいは大きな力のある企業対個人のようなその力の差がある構図も、その疲れさせるための戦略の一部ということなんですか？まさにおっしゃる通りです。そしてそれがですね、結果的に萎縮効果、つまり、他の人もああいうふうに訴えられたら大変だから声を上げるのをやめようかなと、そういうふうにためらわせる効果を生んでしまうんですね。萎縮効果、ここが民主主義の社会にとっては非常に深刻な問題だとされている点ですね。日本の現状についてなんですけど、レポートによるとアメリカの一部の州とかにはあるようなスラップ訴訟を早く見抜いて終わらせるための仕組み、反スラップ法っていうのが日本にはないということですよね。訴権の乱用、つまり訴える権利の使い方自体がおかしいんじゃないかという、そういう法律の考え方、法理に頼るしかないんですね。はい。ただその一方で、誰もが持っている裁判を受ける権利というのも保障しなければいけない。そことの兼ね合いがあって、これが乱用だと認められるためのハードルというのは実際にはかなり高いんです。その乱用かどうかの認定が難しいと、どこまでが正当な権利行使でどこからが嫌がらせなのか、その線引きが、そこが日本の大きな課題の一つですね。正当な裁判を受ける権利はもちろん守らなければいけない。でもその一方で、どうやってその訴権の乱用、つまり平たく言えば嫌がらせ目的の訴訟を見抜いていくのか、ここの線引きが非常に難しいと。そこがスラップ訴訟を許してしまいかねない構造的な問題の核心部分なんですね。結果としてですね、何が一番深刻かというと、訴えられた側が救済を得るためには、まずその裁判のプロセス全部を耐え抜かないといけないという点なんです。つまり訴訟のプロセスそのものがもう制裁というか罰になってしまっている。プロセスイズパニッシュメントなんて言われますけど、そういう現実があるわけです。なるほど。訴訟を起こしたその時点でも相手を消耗させるっていうスラップ訴訟のそもそもの目的はある意味達成されてしまっている可能性があると。裁判の勝ち負けに関係なく、そういうことになりますね。ただ少しずつではあるんですが、裁判所の判断にも変化の兆しは見られます。下級審、つまり地方裁判所とか高等裁判所の判例の中ではですね、単に法的な根拠があるかないかということだけじゃなくてですね、その訴えの意図、例えば威嚇とか口封じが目的なんじゃないかとか、請求している金額が不当に高すぎないかとか、そういった点も考慮して訴えを起こした企業側の責任、不法行為だ、そういう責任を認めるケースも出てきてはいるんです。少しは光が見えている感じもあるんですね。でもレポートは同時に抑止力が足りないとも指摘してますよね。そこはどうなんでしょう？そうなんです。そこがまた問題でして、たとえ裁判所がこれはスラップ訴訟的な側面があると認定したとしてもですね、現状を認められる損害賠償の額というのは多くの場合100万円から200万円程度、そのくらいにとどまることが多いんです。100万200万ですか？それって訴えられた側の精神的な苦痛とか時間とか弁護士費用とか考えると、ちょっと抑止力としては弱い感じがしますね。それこそ企業側から見たら批判的な声を黙らせるための
必要経費みたいに予算化できてしまうような、そんな金額にも聞こえますけど。まさにそこが問題なんです。これでは被害を受けた方の苦痛に見合わないというだけじゃなくて、大企業にとってはもうある種の事業コストの範囲内だと、そういうふうに見なされかねない水準なんですね。ですから将来同様の訴訟を起こすのを防ぐ力、つまり抑止力としてははっきり言って不十分だという、これが深刻な問題として指摘されています。なるほど。では一体どうすればいいのか、レポートでは何か具体的な対策が示されてるんでしょうか？はい、大きく分けて3つの柱が提言されていますね。まず第一にやはり法制度の整備です。最も重要視されているのは日本版の反スラップ法、これを作ることだと。具体的にはスラップの疑いがある訴訟を早い段階で判断して終わらせる仕組みですね。早期却下申し立てなんて言いますけど、それから証明する責任を訴えた側、原告側に負わせるようにすること、立証責任の転換ですね。そしてもしこれはスラップ訴訟だと認定された場合には、訴えられた側、被告が負担した弁護士費用を全額訴えた方側に保証させる、これを義務化する。こういったことが強力な抑止力になるんじゃないかと期待されています。弁護士費用の全額保証ですか？はい、それは大きいですね。そして第2の柱がコーポレートガバナンス、つまり企業統治の改革です。スラップ訴訟を単に法務部門のリスク管理の問題として片付けるんじゃなくてですね、企業の社会的責任、いわゆる CSR とか、あるいは企業活動が人権に与える影響をちゃんと評価して対応する人権デューディリジェンス、 HRDD って言いますけど、そういう問題として捉えるべきだと。つまり企業自身が、うちはスラップ訴訟はしませんよと社会に対してちゃんと約束をして、投資家とか周りからもちゃんとそういう目で見られるようにしていくっていうことですね。そういうことです。そして第3の柱として挙げられているのが市民社会、それから法曹界、弁護士たちの世界の連携強化です。例えば被害者を支援する NPO の活動基盤を強化したり、弁護士会が専門の相談窓口を設けたり、あるいは訴訟にかかる費用を支えるための基金を作ったり、スラップ訴訟に特化した弁護士費用保険みたいなもの、そういうものの創設も提言されていますね。なるほど。法律を作るだけじゃなくて、企業側の意識改革、それから実際に被害に遭った人を社会で支える仕組み、本当にいろんな角度からのアプローチが必要不可欠なんだなと感じます。これはもう個別の裁判がどうこうっていう話を超えて、社会全体の健全な言論の場を守るための土台作りの問題なんだなと感じます。まさにその通りだと思います。このレポートが示唆しているのは、結局のところ表現の自由という、民主主義の根幹ですよね。これを守るためには社会全体で知恵を絞って行動していく必要があるんだということなんだと思います。さて、今回の分析を踏まえてですね、あなたが今後例えば企業とか、あるいは公的な機関の発信、またはそれに対する批判的な意見なんかに触れた時にですね、その裏側にあるかもしれない力関係とか、あるいは何らかの意図について少し想像力を働かせてみるというのはどうでしょうか。企業などが訴訟という、ある種強いカードを切るときに、それは本当に正当な権利の主張なのか、それとも何か別の目的が隠されているのか、ちょっと立ち止まって考えてみる、そんなきっかけに今回の話がなれば嬉しいです。クロストーク社会の交差点、お相手は若林明と白石誠でした。